ではちょっとねいろいろありましたけども、はい、じゃあ怖い話よろしくお願いします。僕自身の体験談はないことはないんですけど、僕基本的にいろんな人から話を聞いてそれを他の人に伝えるみたいな感じなんですね。はい、でやっぱいろんな人から聞いて集めてる、でそれ喋ってるとどんどん勝手に集まってくるじゃないですか。はいはい、わかります。井山って怪談喋ってるらしいよ、じゃあ聞きに行こうだとか、じゃあ俺の話聞いてもらおうっていう感じがありがたいことにあるんですよ。で吉本興業の、舞台で大体1時間入りとかするわけですよね。1時間前に入ったりとかして、で喫煙所に行ってタバコを吸ってる時にそれこそそういう現象が起こるんですよ。井山がいるってことで聞きに来る人もいれば、怪談始まったから、ちょっと避けようみたいな、ちょっと離れようって人もいる中ですよ。で僕はもう本当にネタ合わせもろくにしないでそこでずっと怪談喋ってるのが好きなんですけど、はい、そうやって喋り終えた後らへんに舞台監督の人が来たんですよ。僕より年下なのかな、もともと芸人として入ってて、で今はその劇場の舞台監督をやってるっていう方が来たんですよ。で「井山さん怪談喋ってますよね。はい、僕の話もちょっと聞いてもらっていいですか?」って言われたんですよ。何ですか?って言ったら「僕変な夢を見たんです」って言うんですね。で夢かと思って、あくまで僕の中ですが夢は夢じゃないですか。何でもありっちゃありだしね。でもその夢を見たことで怖がってどういうことなんだろうと思って、どういうことがあったんですかって聞いたら「いやこれ去年の夏なんですけど」って言って、多分2019年の夏だと思うんですけど、すごい暑かった日でして、で仕事が結構いろんなの重なって終電で帰れなかったらしいんですね。でここからどうするかってなった時に寝カフェで泊まるかって考えたらしいんですけど、やっぱ汗かいてるんでシャワー浴びたいんですよ。これちょっとお金張るけどタクシー呼んで家に帰ろうと思ったらしいんですね。でタクシー呼んで家に着いたんです。アパートなんですよね。でガチャってドア開けたら、クーラーなんかつけっぱなしできないですから熱気がもわーって出てくるわけですよ。でうわっと思ってガチャンって閉めて靴脱いで、奥にはソファーがあるんでそこに行って座ってエアコンつけるんですね。で涼しくなったらシャワー浴びて寝ようと思ってソファーに座りながら涼しくなるの待ってたら、だんだんクーラー効いてきて心地よくなってくるんですよ。そしたら眠くなってきたんですよね。いやもうシャワー浴びたいけどもうなんか眠たいしこのまま寝ようと思ったらしいんですよ。朝浴びればいいやってそのままソファーに座って本当にこういう状態で寝ちゃったっていうんですね。そしたらその時に夢を見たんです。どういう夢ですかって聞くと、自分が真っ赤な世界にいるっていうんですね。真っ赤、住宅地にいるって言うんですよ。住宅街だと真っ赤なんですって。なんで真っ赤なんだろうって疑問があるんですよ。夢だってそこまでは気づけないけど、なんで真っ赤なんだろうって疑問は夢の中であるっていうんですね。で歩いてたらいろんな人が普通に行き交ってるんです。でもみんな真っ赤な世界については疑問に思ってないんですよ。その世界では自分だけその違和感に気づいてる。で歩き続けると公園があったっていうんですね。公園にも普通に人がいて子供たちが遊んでるんですよ。子供たちが遊んでると思ってよく見てたら、一人がその舞台監督の人を見つけてパッて顔向けて遊ぼう遊ぼう遊ぼうって走ってきたっていうんですね。それ見てギョッとしたっていうんですよ。なんで？なぜかその遊ぼうって寄ってくる子供が真っ赤な世界でも分かるぐらい血だらけなんです。そんな子供が自分に向かって遊ぼう遊ぼうって走って寄ってくる。で怖くて動けないんですよ。だから遊ぼう遊ぼうどうしよう遊ぼう遊ぼうどんどん近づいて自分のことギュッて抱きしめられた瞬間目が覚めたって言うんです。ただ目が覚めたっていう感覚よりかはその人の表現そのまま使うとまるでついさっきまでそこにいたけど無理やり現実に引き戻されたような感じで、意識が連続してるっていうんですよ。起きた感じじゃないんですって。さっきまでそこにいた感覚が残ってる。子供に抱きしめられた感覚も残ってる。何あれって思った時に鍵閉めたその玄関ドアがカチャッて開くんですって。その時に自分は金縛りで動けないって言うんですよ。顔もそこに向けられないんですよ。どうしよう。ドアが開いたと思ってるとギーッバタンってしまって小さな足音がトッ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 と寄ってくる、直感で分かったっていうんです。これさっきの子だ、でどうしたかっていうと頭の中でずっとごめん遊べない遊べない遊べないから本当にごめん遊べない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 よって言ってると来たけど
そのままきびす返して戻っていってドアがバタンって閉まって起きたっていうんですよ。はい金縛りが解けたっていうんですよ。だからこういう夢見たんですって僕言われた時に僕すっごい怖かったんですね。なぜなら僕いろんな人に怪談聞いてるって言ってるじゃないですか。はいはい。この話聞く3日ぐらい前なんですけど、うんある女性の方からうん「山さん私この前変な夢見たんです」って言われたんですよ。うんどういう夢ですかって聞いたら実家暮らしらしいんですね。で自分の部屋が夜中こう仰向けで寝てたらしいんですよ、ベッドで自分の部屋で。そしたら夢見て自分が真っ赤な世界の病院にいるって言うんですね。真っ赤なんだ。で真っ赤だと思ってで病院にたくさん人がいるんですけど誰も真っ赤なことについては疑問を持ってないんですって。何ここと思いながら廊下歩いてたら廊下の奥から子供がバーン飛び出してきて血だらけなんですって。で自分見るなり遊ぼう遊ぼう遊ぼうって寄ってきて自分の手をギュッて握ってきたって言うんです。その瞬間起きたらしいんですけど仰向けで寝てたのに自分なぜかうつ伏せになっててさっきは誰かと手をつないでた体勢なんですって。と思ったら金縛りなんですよ。うんそしたら自分の部屋のドアがギーッと開こうとして小さな足がトットットッ打ってくるからさっきの子だと思って「あごめんお姉ちゃん遊べないよ遊べないから遊べないよ」って言うと戻っててドアがバタンって閉まって金縛り解けたんです。この話聞いたばっかりだったんですよ。これ多分同じ存在だと思うんですね僕の中では。でもその2人の共通点って見出せなかったんですよ。ってことは条件がわからないからこそこの夢全国で起こってるかもしれないしもしかしたら明日にでも自分が見るかもしれない。そう思った時に俺も絶対遊べないって強く念じるようにしようそう思った話でしたね。いや確かにねそこでもしね分かった遊ぼうなんて言っちゃったらどうなるかと思うとゾッとしますよね。もし全国に起こっているならそう答えた人もいるかもしれないんですよね。遊ぼうって言った人の話がまだ入ってきていないということは遊ぼうって答えてしまった人はとかねいろいろ考えちゃいますよね。怖いそうですよね。いやこれどうなんでしょう。もし見てる皆さんで真っ赤な中で血だらけの子供が寄ってくるでその後に現実世界でもっていう夢見たことあるって方いらっしゃったらちょっとコメント欄送っていただきたいですね。気になりますね。でその中で特にいや遊ぼうって言いましたよそしたらこうなりましたよなんていうのもあったら、ぜひちょっと僕ら注目しておきましょうね。皆さんもしよかったらお願いいたします。お願いいたします。もう一個思ったのがでこれがね今本当にそういう存在がいてそういう夢を見る人が僕も含めて、ね、今後も含めていっぱいいるのかもしれないけど井山さんに話した2人っていう共通点は井山さんと知り合いっていうことだけじゃないですか。そうですね。でどちらも井山さんに会ったら話したいと思ってた。井山さんに最終的になんかこの存在を知ってほしいっていうその男の子なのかなとかちょっと思って僕が起点だそう考えたくなかった。怖っ。そうなると井山さんの知り合いの方がその夢を見やすくなってしまうのかなとか。ちょっとそうかそのあたりでも心霊スポットとか言ってたかな。そういうことですね。なんかそれもちょっと考えちゃいましたけどね。いろんな方向で怖い可能性というかそういうのがありますね。いやちょっと、本当皆さんこんな夢ですね見たことがあるって方もしいらっしゃったら、本当に教えていただきたいと思います。お願いします。いやまたねちょっとこう後味が悪いというか後を引きずるような話今回もありがとうございます。とんでもないです。